このユニバイブを全然違う方式でニューバイブという形でコルグさんで出されたということなんですけど、これはまた全然方式が違うわけですよ。方式違うんですよこれ実は。これはどうトランスレーションというかその変換したんですか？まずね一番の再現するのには、ね、同じ部品を使うのが一番手っ取り早いですよね。そうですよね。ところがねもう現実性の問題としてですね、中に使っている CDS っていう光に反応する素子、CDS っていうんですけれども、それがもう入手はできるんです。入手はできるんですけれども、ヨーロッパでは使ってはいけないというのが一番のあれですよね。出荷できない。出荷できないんですよね。日本とアメリカは確かに日本は一応 OK っていう話もありますよね。でもヨーロッパは完全にダメで、でもやっぱりヨーロッパがダメだったら日本はやりませんよ、作りませんよね。なるほど。それからこういった説もあるんですよ。どっかのね大学教授がその硫化カドミウムって言うんですけれどもですね、そのカドミウムは危険だと、毒があると。とか硫化してるのは大丈夫だっていう説があるんですよ。分析した。なるほど。どこの大学の先生かな。だから大丈夫ないんですかって言われてます。なるほどですね。入手はそうかまだ市場に流れてるもの流れてますよね。秋葉原でも買えますよね。だからアマチュアが作るのはできますよね。なるほど。ただコルグさんがヨーロッパにも輸出しなきゃいけないとか、しなくちゃいけないとかね。ちゃんと大手を振ってね。国内でもやっぱり使いにくい。いくらね、国内ではそういった規制があるのかどうかちょっと分かりませんけれども、でもそういったね流れになってる中じゃ使えないですよね。というわけでこれはもうしょうがないから別の方法でやったんです。仕方がないからですね。でもこのニューバイブもですね、僕もいろいろなユニバイブ自分でも好きでいろいろ何台も買ったり、もうダメだったの売っちゃったりとかいろいろしたんですけど、独特のそのユニバイブじゃなきゃダメな、そのさっきほどお話を聞いていて思ったねじれ感というか歪み感がやっぱりこれ出てるようになってると思うんですけど、これ一番苦労されたっていうか点はどこですね、実はねじれ感なんです。やっぱりそうなんですよね。そうなんですよ。ねじれ感あれね、普通の方法はどうしてもできなかったっていうのかなって、これ変な方法取ってますよこれね。スライダーが並んでいて、その波形を自分で作るようになってるんですけれどもね。普通の発信機でやっちゃうとなかなかねじれ感が出ないんですよね。よくあるユニバイブのコピー商品と言っちゃあれですけども、を聞くとやっぱりすごく正しい動作で綺麗なんですけど、なんか独特のその引っかかる感じがなくて、演奏してもこうなんか盛り上がる感じがなくて、でこのニューバイブを聞いた時に正直この古いものと比べるとやっぱり古い方がなんか音が丸くなっちゃってるっていうか、ちょっと甘いんですけど。この揺れ方に関してはすごくこうねじれ感があるっていうふうに思ったんですよ。やっぱりでもそれを再現する。そうです。でねじれ感がどこのところ単純に波形だけじゃないんですよね。これ波形位相特性っていうのは周波数レンジによっても聞き方が違うんで、だから波形を合わせればいいっていうもんじゃなくてですね。はっきり言ってね、どこをどうすればこの特性やればねじれ感が出るっていうのは分からずじまいだったんですよ。でこれしょうがないからね、これ苦肉の策なんです。スライダーをつけて、だからこれは最後の方になってこれはしょうがないからもうスライダーつけるよりしょうがないなってそうなんですね。そうなんです。なんか僕も今さっきいらっしゃる前にユニバイブと比べて鳴らしたりしたんですけど、この指定されてる位置が一応こうユニバイブヴィンテージのサウンドに近いよというところで、僕はこのつまみ、この右から3つ目のつまみだけちょっと上げた方がさっきビブラコーラスと鳴らしたのかなの特性に近くてとか出せるんですよ。でなかなかこれはすごいなと思ったんですけど、これも全部このトランジスタで組んでるわけですよね。そうですね。はい。だからそういうやり方もあるはある。ここで先ほど言いましたように、どうしてもその波形をこれだっていうふうに特定できなかったのと、それから演奏者によっても多分ねそれはやるためにまちまちな面もあるんじゃないですかね。気分によっても違うでしょうしね、速度によっても違うでしょうし。だからこれはちょっとユーザーに任した方がいいのかなと思って、ちょっと楽器っぽさがちょっとその昔ながらの楽器っぽさがここにあるのかなっていう、多分ここの位置に合わせればユニバイブだよって言っちゃえばそれまでなんですけど、あくまでだから一応テンプレートにはなってるけど
微調整して自分の。そうですね。だからユニバイブスってもばらつきが随分あったと思うんですよね。はい、だいぶばらつきがあって A さんが持ってるのと B さんが持ってるのはだいぶ違うと思うんですよね。まあこれは仕方がないんで、それもある程度カバーできるんじゃないかなと思ってこういった方針にしたんです。この僕がいじった感じだとニューバイブは右の5本ぐらいこの最後のところがやっぱり結構ポイントかなっていう感じがあったんで、ちょっといじってもらうと面白いかもしれないですね。じゃあもっとステップを細かくすればもっといい感じになるかもしれないですね。かもしれないですね。でもそうですね、本当に。もう一つ最近の三枝さんのお仕事で僕がすごいなと思ってるのがその YouTube を、開発の人道指揮取られてるのは三枝さん。しょっぱなのね、これはねきっかけ言われたんですよね。社長との会話だったんです。コルグのそうです。加藤社長とのお話。あの時ね、だいぶ真空管が値段は高くなってるし故障率は多いし、っていうんでどっか日本で真空管を作っているメーカーで製造機械は残ってないかなって話になったんですよ。いわゆるあれですか、いわゆる自社でもう真空管も作っちゃおうと。作っちゃうっていうか、どっかそういったメーカーに頼むか自社だか分かりませんけれどもね、昔ながらの真空管を作る方法はないかなという会話機会なんです。もう何年前ですかね、7、8年前、もっと前かもしれませんけどね、会話があったんで、なんとなくそれを気に留めてたんですけどね、でそのような話を何か昔のことを知ってる人に投げかけたことがあるんですよね。真空管。そしたらもうとっくにみんな捨ててやったよと、製造機械はですね。機械を捨てちゃった。というわけで、これはダメだなとちょっともう諦めかけたんですよね。でちょっと思い出したのがですね、子供の頃、私はねラジオいじりが昔子供の頃は好きだったんで、ラジオの中にですね、今もないんですけれどもマジックアイっていうのがあったんです。マジックアイ。マジックアイってラジオを同調しますね。ラジオの放送にこうやって NHK と NHK に合わせますね。そうするとこうやって光る何か目玉みたいなのがあってね、青色の、緑だったり、そう緑があってね、あれが閉じるんですよね。マジックアイで増幅回路みたいなの作れるんですか？できるんですよ、それが。じゃそれを思い出したんですよ、実は。だから蛍光表示化、蛍光体に電子をぶつければ光るんですけれどもね、それがブラウン管の原理でもあるし、そのマジックアイの原理でもあるんですけれども、でも蛍光塗料を塗ったところに電子をぶつければ光ると。でそのぶつかり方を加減して、その光り方が変わるんですけどね、じゃあこれは真空管と同じだって言って、それでね音を出したことがあるんですよ。無線機を作ったことありますけどね、マジックアイで。だから真空今の蛍光表示管、今はね VFD って言いますけれどもね、蛍光表示管、現在のあれも真空管と同じような働きがあるんじゃないかなと思って、これでね、規制のこんなでっかいのをたまたま売ってるのやったら、それらしき現象がなんとなくこれはできるんじゃないかなと思って、それですごい、もうやっぱ発想がだから全然違うんですよね。そうなんだよね。でそれがきっかけになって、いわゆる電光管っていうんですか、VFD っていうのね。で真空管と同じ動作ができるんじゃないか、そういうことですね。フィラメントがあってですね、このところに網があるんですよ、これね。網糸って網焼きがグイットって言うんですけど、それからこっち方の方の蛍光表示管のは板がありますから、プレートとタンデルのプレートで、フィラメントと網があってグリッドとプレートもある、プレートがあるって同じなんですよね、全く構造が。そうなるともう真空管とただVSE っていうのはですね、あれは日本人のね、研究者っていうか大学の先生だったのかな、が発明したんですよ、50年、60年前に。
あれ日本製なんですよ。電子デバイスはみんなね IC にしてもトランジスタでもアメリカですよね、珍しく蛍光表示が日本人が発明したんですよ。なるほどなるほど。もう発明してからね5、60年になりますけどね、中村博士って言うんですけどね。でその方はねということを私知ってたんで、で中村博士が いらっしゃるのりたけ陶器のね、お椀の陶器のお皿のね、あそこがのりたけ伊勢電機に変わったっていうのを知ってまして、その時の初代の社長が中村博士だっていうのを知ってたんで、それで真空管を頼みに行ったのは、これは普通の真空管のところを探してももうダメだなと思ったんで、じゃあ新しい方法で考えようっていうんで、それでお願いしに行ったんですよ。じゃあいわゆる普通の真空管のやっぱり質も当然ですよね。今あまり使わないですもんね。楽器ぐらいにしかもう真空管、そうなんですよね。オーディオと楽器ぐらいしか使わない。使ってないですよね。昔はそれこそ真空管がロケットに積んであったり、病院のすごく重要な機械を真空管に動かしたり、軍もそうですね。軍のものにはちゃんとミルスペックなんて言ってる真空管がいまだに出回ってるのもそういうことなんですよね。ただ今はやっぱりもう時代的に真空管なんてほとんど使われない。そうですよね。でそれを作るのに全然違うところからまたじゃあアイディアが来て、同じことができるはずだという。でいろいろ実験してみたら割合できそうだっていうことが分かったんで、じゃあちょっとお願いしに行こうと。何にもねやんないで恥ずかしいですからね、その可能性もゼロなのにやっちゃう。多少の実験はしましたけれどもね、規制のあれを使っていろんな特性を測ってみて、でお願いしに行きました。最初はねもうね真空管のことなんかは中村博士はもうね亡くなりましたけれども、真空管と同じような原理だということをよくご存知だと思うんですけれどもね、その博士はね。でも実際のあれってのは真空管を作りたいって言ってましたらびっくりしてましたけどね、これで、でも原理が同じだから、それは言われてみればそれは同じだからできるって言いますか、可能性はなくはないでしょうねみたいな。なるほどですね。ただ半信半疑だったのは間違いないでしょうね。こっちは真剣にお願いしに行ったつもりなんですが、向こうは確かに原理は同じですね。なるほど。いや正直今もう製品化されてこのボックスブランドでこの MV シリーズで出て、もうすでにもう多分大ヒットっていうか、僕も最初に見た時にミレイさん何を言ってるんだろうなっていうふうに思って、もうやっぱ単純にイメージですよね。やっぱり6550太い管は出力がでかいとかそういうふうに思ってるので、こんな薄っぺらいガラスで真空管の音なんか出ないだろう、多分そういうちょっとニュアンスが出るぐらいなのかなって思ってて、音を出した時に衝撃を受けたんですけど、めちゃめちゃに真空管の音がするっていうか、やっぱこれは今でいう発端になった真空管の質が下がってきちゃってるっていうことを考えると、いわゆる現役よくすごく運用されてた頃の真空管の動作に近い。そうですね。理論的にはですね、こうなんです。フィラメントで熱を温めればいいんですよ。温めれば電子が飛び出すんです。熱電子って言うんですけどね。それを網を通過させて、その板にあれてつければ真空管なんですよね。網のところがグリッドなんですけども、それで板がプレートなんですよね。だから原理、電子が飛び出してから電圧をかけてここにたどり着くまでは割合単純な式なんです。数式が同じなんですよね。だから真空管の三極管っていうのは全部基本的には同じ数式で表せるんですよ。だから格好がこれ四角いから四角い音がするんじゃないかなって最初実言うとね、僕も私もねだいぶとは言っても実際は違うんじゃないかなっておどおどしながら理論的にはそうだけど、実際分かんないわけですよね。そうです思いました。もう宮田さん今おいくつでいらっしゃる？ 77 です。77歳。ユニバイブをデザイン、サイケデリックマシン作られたのが68年。25、6歳じゃないですか。60年近く60年じゃない50年近く楽器を作ってらして、でいまだにだから現役でこういうユニバイブを作った人が YouTube を作ってるっていうのは僕も衝撃で、
もうなんかすごいなと思うんですけど、やっぱり最近のこういう製品の中でやっぱ群を抜いて面白いと思うんですよ。発想がやっぱり若い人が持ってる新しいアイディアとかじゃなくても、なんかそれをミネさんが出してきたっていうのはすごい僕衝撃を受けて、なんか作り方が面白いですよね。なんか何を作ろう、何々系を作ろうとか、そういう発想で物事を作られてないというか。そうですね。だから時代がですね、私なんかがの時代っていうのはそういったものがなかったんですよね。電気で音を作るっていうこと自身がなかったで、非常に稀だったんですよね。だから何やっても新しかったんですよ。何やっても、ね、だからで今の人はね、そういった面じゃもうそういったものができてから何十年も経ってますからね、大抵何かやろうとですと、ね、前の人がやってるんですよね。ものがあるという。だからこれは仕方がないことだと思うんですよね。だから何でもその当時の昔の人が作れば新しかったとでもそれを音に変える回路を自分で考えるっていうのはやっぱりすごく。いや確かにいや、そんなことないと思います。宮田さんのやられてる仕事ってすごくこうカテゴリーから外れたところから情報そもそものね発端が出てきて、でそれが音になってくると、これなんかもそうですけど、すごく50年代60年代の真空管のアンプの質感ったら、もうそれが最先端で全然違うものでできてて、でそもそもこの MV シリーズのアンプで言ったら、そもそも 12X7 を真空管をパワー管のように動作させるっていうバルブトロニクスの発想と、その新しい YouTube の発想がまた組み合って、また全然違う効果になってるっていう、そういう発想の仕方はやっぱりもう昔からあるんですかね。どうだか分かりませんけれど、昔は知らなかったから構わず思いつくままやってたっていうだけだというような気がしますけれどもね。最近はでもあんまりそういう楽器はないかなっていうふうに僕は思っている。そうですね。ちょっと作らなくなったような、これはね昔のことを知ってる人間にとっては、いやエフェクターっていうのは何十年も前からですね、あまりなんていうか止まってはいないんでしょうけれども、組み合わせとかね、そっちの方に行っちゃって、これとこれをやって、そういうふうな多いような気がしますよね。でもそれはもうね、物事には限りがあるんで、それは先代が前の人がねやってしまったらあれなんかもしれませんけどね。でもあれですね、他の面も要素もあるような気がしますね。それは言葉の制約みたいなものがあるような気がするんです。言葉の制約っていうのはですね、今エフェクターを言うときですね、歪み系がどうのこうのとかですね、どこだかのエフェクター風なのにこういうのに変えたらいいとかですね、つまりすでにあるようなジャンルとかですね、その中での話になることが多いですよね。スタートがもうあるものなんですよね。そうですね。それから音楽としてあればね、あれみたいな音が出るようなのが欲しいとかですね。でもあれがちょっとね、ちょっと違った風な感じになればいいとか、そういったあるものを例に出して会話することが多いんじゃないですか、多分ね。いや僕らもすごくそれはあると思います。でもそれは人様に説明するときはね、そうでないと共通の言葉がないですからね。他に方法ないんです。伝える方法はないんですよね。音を言葉でするのは難しい。ジャンル分けとか言葉で表現するというのはしょうがないんですけどね。でもそれがあんまりね、言葉とかジャンル分けとか先行しすぎてしまうと、その先行した言葉の中でしか物事がね生まれないっていう恐れがありますよね。例えば空間系っていうと、空間でリバーブとかなんだか知らないけれども、コースだかわからないけどね、そういった感じすぐね言っちゃうでしょ。空間系が欲しいって言っちゃうと、もうその中で物事が始まっちゃう。そうですよね。歪み系っていうと、そうだ、歪みの中の一つっていう考えじゃん。増幅系の何がしっていう発想になっちゃう。歪むでもないし、空間でもないし、変調でもないし、そういった何でもないところもまだあるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。とにかくだって最初に宮田さんが作ったサイケデリックマシンはすでに何もなかったところからいきなりファズとバイブが一緒になって、そうするとその音になるよっていう
ことを考えられて作ったペダルであって、別になんかそのファズとフェイザー合わせてどうのこうのっていうことじゃないわけですよね。じゃないですね。そういうことですよね。だからもう発想がすごくやっぱ面白い、皆さんだから昔のペダルの面白いところってそういうところだと思うんですけど、楽器の面白いところってキーボードも多分シンセサイザーっていうかオルガンも皆さんたくさんデザインされたと思うんですけど、僕が知ってる限り結構えぐいというかどう使うんだこれみたいなのが結構あったんですけど、それを見てまた逆になんか考えるというか、じゃあこうやって使ってやろうみたいな、そういうものがなんかもっと増えてくると面白いかもしれないですよね。このディーパーズビューで今回はお伝えしたかったのはですね、この後ユニバイブのサウンドチェックはもちろんやるんですけども、このユニバイブを作った方がまだ現役で楽器を作ってらっしゃって、しかもどこどこ室の室長じゃなくてこういう新しい楽器、それまでなかったような楽器をどんどんいまだに作ってらっしゃるっていうところがもう本当にすごい感動しているので、ぜひそういう方が日本にちゃんといらっしゃるということをまず知っていただきたいのと、あとはやっぱりこの後いろいろ皆さんに伺った話を踏まえてサウンドチェックをしていきますけども、やっぱりこの唯一無二のというか面白い発想から生まれて、実際両方も面白いこういうエフェクターがあるよというのもちょっと知っていただきたいかなというふうに思います。とりあえず今日はもう皆さんにお越しいただいても昔の話をたくさん聞いたので、また改めてご紹介したいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。